こんにちは、ハカです。今日の話題はですね、こちらですよ。はい、iPhone というかスマホ、携帯電話なんですけど、こちらの回線についてちょっと考えてみたいなというふうに考えています。今ですね、楽天モバイルの回線内容、解約ということで非常に騒がれてますよね。何かっていうと、0円で持ててた人が、最低980円かな。かかるようになってしまうということで、サブ回線として0円で塩漬け運用しようとしていた人は、軒並み他のところに移るしかなくなってしまったという形なんですよね。このニュースがそこまで取り沙汰されてるっていうのがすごいことだなと思って、実際サブ回線とかって使ってる方非常に多いんでしょうかね。もしメイン回線として使うんでしたら、ある程度通信料かかるので、0円で運用するってことはできないわけですよ。いろいろと格安 SIM っていうことで、非常に通信費下げようっていう動き高まってますけど、皆さん自分に合ったプランっていうのを選べていますでしょうか？確かに携帯代金っていうのは固定費になるんですよね。月額いくらって固定でかかるものだから、下げたいっていう気持ちはあると思うんです。ただですね、それで、金額を下げたところで快適さも失ってないですかっていうところをちょっと考えていきたいんですよ。実際私、ソフトバンクでずっと契約してるんですよね。でこのソフトバンクに代表される大手キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクですよね。こちらが本当にそこまで高いのか、格安 SIM と比べてどうなのかっていうのを軽く考えていきたいなと。携帯のプランって非常に分かりにくいもの多いんで、なるべく簡略化してお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。で、これなんですけど、私はソフトバンクでずっと入ってて、変える気持ちってあんまりないんですけど、格安 SIM 今非常にいっぱい出てきてますよね。正式には NVMO って言うんですけど、ドコモ、au、ソフトバンクの回線を借りて別の事業体がサービスを提供するっていう仕組みになってるんですよね。なので、もともと通信エリアっていうのが、その大手3キャリアの分使えるので、通信品質も良くて安いですよっていうのが売りなんですよ。で、各社データの通信量の上限に制限を設けたり、何ギガまで使えばいくらだよっていう料金設定をしています。その中で楽天モバイルっていうのは NVMO という位置づけではあったんですけれども、自社回線を構築していくということで、ドコモ、au、ソフトバンクに続く第4のキャリアとして注目されているんですね。非常に安く入れるっていうことで、YouTuber とかがかなり宣伝してたかなと。マーケティング上の宣伝なのか、これは安いなと思って皆さんにお伝えしたかったのかっていうのはわからないんですけど、0円で運用するのを勧める方ってちょっと特殊な使い方だと思うんですよね。で、特に在宅ワーカーの人とかだと確かに外で回線あまり使うことないですよね。自宅に Wi-Fi 敷いてあれば、こういった携帯の回線ってあんまり使わないと思うんで、それで0円運用とか格安 SIM とかっていうのがよく取り沙汰されてるなとは思います。ただですね、私のようにサラリーマンで日中はずっと家にいないよと。あと学生の皆さんとか、結構外でスマホを使いませんか？で、私の場合ですと、実際月にですね、60ギガとか70ギガぐらいの通信量を使ってるんですよ。で、そうなると格安 SIM の通信量じゃ全然足りないんですよね。やっぱり使い放題のプランじゃないといけない。理由としては、移動がある程度多くて、移動中ずっと YouTube 流してたりだとか、あと最近 iPad mini 買ったじゃないですか。あれでテザリングしてる。Mac でもテザリングする。そういうことで結構通信が増えてます。あとは学生の皆さんもかなり外で動画見たりとか、音楽の配信サービスとか使うじゃないですか。で、私も音楽の配信サービスは YouTube プレミアムに入ってるんで、YouTube Music だったり、あと Amazon Music、そしてサウンドクラウドと結構配信系の音楽を聴くこともあります。格安 SIM が出てきた背景には、ほとんどの方はデータそんなに使ってないですよっていう統計をもとにアピールしてたと思うんですけど、やっぱり結構ヘビーユーザーっているんだと思うんですよね。そう考えるとやっぱり大手キャリアっていう位置づけもしっかりあった方がいいんだなというふうには考えています。
で、もう一つ、通信量と一緒に大事になるのが、通信の品質ですね。これは回線の速度だったり、つながりやすさだったり、そういったものになるんですけど、楽天モバイルの、第4のキャリアとしての自社回線、これが評判悪いんですよ。なんかつながりにくかったり、通信遅かったり、建物の中に入るとダメだったりっていう。以前は大手の3キャリアでもそういう時代は長かったんですよ。私もソフトバンクが入りたての頃は結構建物の中ダメだったりとか、つながりにくいとか遅いとかってあったんですよね。で、他の NVMO も大手3キャリアの回線借りてはいるんですけど、どうしても通信に制限がかかることっていうのがあります。時間帯によっては混雑していて遅かったりとか。もう帯域が決まってるからなんですよね。そこら辺もストレスなく使えるのはやっぱり3キャリアの魅力かなと。最近ではこれ使っててちょいちょい 5G っていうマーク見るようになりましたしね。では、私が入っているソフトバンク、こちらの料金見てみましょうか。こちらですね。ギガ無制限と書いて、メリハリ無制限っていうプランなんですけど、一番高い状況だと、税込み7238円。こちらが月額になります。実際使い放題なので、ここからプラスで料金かかることはないと。いろいろオプションとか、通話とか別なんで、そこら辺はかかりますけどね。携帯各社のページ見ると、割引価格っていうのも一番最初に出していて、安く見せようと頑張ってるんですけど、割引、無理して、何回線とか、複数の回線で入る必要もないと思いますし、光の回線セットだと安いんですけど、光の品質が良くなかったりと、あんまり割引には期待しない方がいいかなということで、一番高い金額見てます。この7238円の月額っていうのが、私が実際に払っている金額でもあるんですよね。で、このプランのいいところは、YouTube だろうが、Amazon プライムだろうが、動画サービスであろうと、音楽サービスであろうと、何でも無制限になるっていうところです。この iPhone で使う限りは基本的にずっと気にしなくていいよっていうのが売りなんですよね。で、さらにですね、テザリングが 30GB 分ついてきます。これが非常に大きくて、で、私 Mac と iPad mini、それでこの iPhone につないで操作してるんですよね。だから iPad mini もセルラーモデル必要なくて、もう常時接続で Wi-Fi モデルで使ってるんですけど、非常に快適です。それもあって月の通信量が60とか70とかいってしまう部分もあるんですけど、実際テザリングで使う分としては 10GB 分ぐらいかな。で、それ以外は、本体で使う分という形になっています。余談なんですけど、私が今ソフトバンクを使っている理由、iPhone 3G を発売日に買ったからなんですよね。もうそこからずっとソフトバンクです。で、その前は au でしたし、もっと前はドコモを使ってたっていう、ガラケーの時代はいろいろ転々としてたんですけどね。あと最近になってソフトバンクで良かったなと思うのは、YouTube プレミアム、こちらが割引で入れるっていうところでしょうか。6ヶ月間無料なのと、あと無料期間終わっても2割引きぐらいで入れるのかな。で、実際今試しで入ってるところなんですけど、快適ですよ。YouTube ヘビーに見る方は、広告なくなるっていうことで快適になりますし、バックグラウンド再生ができるようになったり、YouTube ミュージックが使えるようになったりと、いろいろいいところあるんで、YouTube プレミアム結構おすすめです。はい、次にですけど、ソフトバンクと並び称されるドコモ、au、こちらの大手2キャリア見てみましょうか。で、これもですね、ヘビーユーザーを想定して一番高い金額で見ようと思うんですけど、実はこの3社って、ほとんど横並びなんですよね。もう今や全部無制限になってます。で、月額が、ドコモの場合は、5G のギガホプレミア。これが7315円の、月額。で、ここは、テザリングが使い放題です。ただ、使い放題なんですけど、混雑時に速度低下があるよっていう注釈付きなんですよね。一長一短ありますよね、ここら辺は。で、au に関しては使い放題 MAX、5G、4G。これが7238円の月額。1円単位でソフトバンクと一緒です。で、これもテザリング30ギガ付きなので、全く同じサービスと言えますよね。ここから分かることは、大手3キャリア、どこを選んでも一緒だよっていうことですね。
で、この3キャリアはもう市場が成熟してるんで、回線品質とか通信速度とかっていうのはもうお墨付きです。今、私の回線での通信速度見てみましょうか。ネットフリックスが運用しているインターネット回線の、速度調査の FAST っていうサイト。こちらでですね、今、ソフトバンクの 4G 回線、120Mbps っていう数字が出てます。これだけあればですね、大容量のデータダウンロード、アプリをダウンロードする、動画をダウンロードする、テザリングを使う、そんな感じでも全然問題ない速度が出てますよね。ここら辺が大手3キャリアのメリットの一つでもあります。ヘビーユーザーにはやっぱり3キャリアおすすめですよっていうのが分かっていただけたかなと思うんですが、やっぱり通信量少ない方っていうのもかなり、いらっしゃるかと思います。で、通信量は少ないんですけど、通信品質こだわりたいよっていう方には、それ用の NVMO っていうのがあったりするんですよね。各キャリアのセカンドグレードみたいな、契約プランもありますよね。で、実はうちの奥さんは、ガラケーの時はドコモだったんですけど、スマホに切り替えたのがちょっと遅くて、iPhone を使うのと同時に ahamo に契約を切り替えてます。で、ahamo の通信品質は非常に高いですね。ドコモ回線なんですけど、全く通常のドコモと変わりなく使えます。30GB ついてくるっていうのもあるんですけど、他のところと比べて若干高いかなっていう印象はあったりするんですけどね。あとは格安 SIM いっぱいありすぎて本当迷いますよね。どこがいいのかなっていうのは使ってないんで、憶測でしかないんですけど、私がもし在宅勤務とかに変わったりとか、専業 YouTuber になったらとかっていうふうに考えたとしたらですよ。外であんまり使わないんだろうなって考えた時に、格安 SIM 選ぶんだったら、そうですね。入力モバイルかマイネオのどちらかを選ぶかなっていう感じでしょうかね。20GB で2000円くらいのプランなんですけど、特にニューロモバイルっていうのは、Twitter、LINE、Instagram、TikTok、こちらの通信料は全部無料になりますしね。さすがに YouTube が無料にならないっていうのは、わかりますけどね。YouTube 無料になるんだったら、もう大手キャリア使う人いなくなっちゃうんじゃないかっていうぐらい、結構このニューロモバイルの部分的な SNS 無料っていうのは大きいかなというふうに考えてます。自宅の回線、ニューロ光だったりしますしね。はい、いかがでしたでしょうか。あんまり細かくは見なかったですけど、携帯の、キャリア NVMO の、なんとなくのざっくりした違い。本当に自分に合ったプランっていうのを選ばなきゃいけないなと思うんですけど、わかりにくいですよね。なので、ヘビーユーザー、私みたいに外でいっぱい使うよっていう方は、やっぱり大手キャリアが安心なのかなっていうところです。この7200円、7300円っていう月額が、非常に高いよって思ってしまうかどうかは人それぞれだと思うんですよ。あと、サブ回線とか2回線目、3回線目って考えてる方は、1回線で十分使えるよっていうことも言いたいですよね。で、私 iPhone に Mac に iPad mini に3台ある程度フルに駆使してソフトバンク1回線で事足りてます。こういうところもちょっとお伝えしたいかなというふうに思ってました。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。